はい、今回もゆうさんに来てもらいました。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回のテーマは、はい。理想の家についてです。イェイ。イェイ。YouTuber っぽくね。YouTuber っぽくね。はい。うん。理想の家に住んでる今。住んでる。ああ、そうなんだ。っていうのも、今、日本に帰ってきてるんだけど、両親の住んでる家に今いるのね。もうその家が僕にとっては理想の家。どの辺が理想なの？まずは庭がある。庭がある。庭がある。で、庭にね、正面玄関の庭は、葉っぱが落ちない松とか、そういう日本っぽい雰囲気の木が植わってて、反対側には4本かな ?5 本の木が植わってんのかな、で、これ僕のおばあちゃんがリクエストして植えた木で、四季がちゃんと感じられる4本の木を植えたい。で、もともとおばあちゃん田舎の人だったから、とにかく窓の大きい家に住みたい。いいね。だから、普通家縦長の家あるじゃん。こっち側全部窓なの。珍しくない？そう。昔の家だからね。で、この窓の前に4本の木がこうやって5本か植わってて、で、春になったらこの花が咲いて、秋になるとこの花が咲いて、で、冬になるとこの葉っぱが落ちて、みたいなのが楽しめる。素敵だね。考えられてる。それ以外にはさ、その広さとかさ、そういう木造とかさ、そういうのは特にないの？それもそう。木造で、家の広さもちょうどよくて、2階が3部屋、1階がリビングと居間があって、で、床の間があって。ああ、いいね。そう。床の間があるんだ。そう。お茶するの？お茶はしない。普通にコーヒー飲む。縁側とかある？縁側もある。最高じゃん。縁側って外になんていうの？家の中に縁側があってっていうのじゃないけど、その窓の外にこうベンチみたいなのがダダダダダってあって。じゃあそこに座ってちょっと庭を眺めながら、コーヒーとか。そう。朝ね、コーヒーは飲まないけど、コーヒーをゴリ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 って引きながら、なんで？豆からさ、コーヒーを引くのが、引いてそれを飲むんだけど。飲まないって言ってたから、コーヒーは飲まないけど。コーヒー飲む。飲む。ごめん。そう。で、そのコーヒーを引くときに、こう木を見て、ああ、落ちてんなとか、ああ、結構赤くなったなとかっていうのを見ながら。いいね。でも今のメキシコの家は？ダメだね。ダメなの？何がダメなの？もう真逆だよね。季節の変化は感じられないし、窓もそんなにないし、結構厳しい家だね。広さ的には満足？広さはまあ満足。2LDK で、リビングは結構広いかな。一戸建て？それとも賃貸で。アパートなの？へえ、そっか。とにかく家賃が安いからそこに住んでる。でもさ、アパートでもさ、家の中でめっちゃ運動してない？してる。大丈夫なんだ、メキシコ。それは大丈夫。メキシコほんと何でも OK だから。いや、どうかわかんないけど。そうなんだ。そう。で、それでもやっぱ日本っぽい雰囲気にしたくて、板張りにしたの。本当はなんていうの？大理石というか石みたいな。石の床だったけど、それに木のタイルを張って、だから運動しても膝は大丈夫かな。そうなんだ。なるほどね。そんな感じ。さゆりさんはどう？理想の家。理想の家は、お風呂が広い家。いいですね。で、キッチンが、二口コンロはあって、どれぐらいだろうな。これぐらいはシンクは欲しいかな。シンクね。確かにシンクが大きいのっていいよね。今ね、多分、本当に小さい、A4 をちょっと大きくしたぐらいの、いや、A4 は言い過ぎかな。A42 倍分ぐらいのシンクしかなくて、ちょっとね、料理がね、結構億劫になっちゃうんだよね。確かに。だからお皿プラスフライパンになるともう厳しいね。厳しい。わかるわかる。だから、お風呂が広くて、ちょっとシンクが広い家がいいかな。あとは、そうだな。なんかここ今日レンタルしてるんだけど、ここはなんか
いいなと思った。どこら辺がいい？テレビがある。ああ、家の問題なのか、それ。テレビがあって、テレビ台があって、ソファーがある。あるね。ちゃんとくつろげる場所がある。ああ、はい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 。私はもうずっとテレビもないし、ソファーもない生活なのね。今の家はソファーはあるけどテレビがない生活で。だからちょっとテレビ見ないけど欲しいなって思ってきた。あるとね。でもあると時間なくなって溶けるよ、時間。本当？ぼーっと見ちゃうから。でも、どう？日本人さ、本当によくテレビつけるじゃん。実家帰るとそうじゃない？常にテレビついてない？そうだね。あれ大丈夫？私ね、無理なの。テレビついてると話ができなくなるの。わかる。一緒？本当に？なんかね、テレビに吸い込まれるんだよね。もうね、こう聞いてるんだけど、もうこっちの方が音大きくなってね。こうなっちゃうよね。そうそうそう。だから、ね、一人でなんか集中して見るのはいいけど、ちょっとリビングとかにあったら、ちょっと話に集中できないかな。ああ、そっか。じゃあ例えば一人で生活してて、晩ご飯作るときに、とりあえずテレビつけたい？それともテレビつけずに料理したい？いや、普通になんか、なんだろうな。映画とか、あんま見ないけど、見るような生活にしたい。いいね。でも一日仕事終わって、僕はビールだけど、ね、さゆりさんは別にお茶とか入れて、で飲みながらこう。そうね。そうかな。そうやってくつろげるスペースが欲しいかな。そうだね。癒しがないとね。そう。今はね、本当にデスクと、ベッドと、ちょっと違う部屋にソファーがあるだけで、全然ね、なんか、囚人みたいな生活してるから。ね、牢屋にいて。そう。もうちょっとね、生活の質上げてもいいんじゃないかなと思って。いや、上げた方がいいよ。あと、ここの部屋はね、クリスマスツリーとか、ちゃんとなんかランプとか、このいろんな飾り、デコレーションっていうのかな、あるんだけど、私のうちはそんなのもないから、もっと無駄なものを買った方がいいのかなとか。そうね。じゃあこの中で一つ持って帰れるとしたら何持って帰る？持って帰れるもの？テレビ？一番高いから。持って帰んないよ。持って帰んないけどね。そうだね。そうだね。テレビとかかな。ソファーもこういうちゃんとさ、3人ぐらい座れるのすごいよね。いいよね。そうかな。あと欲を言えば、その景色がいい家に住みたいよね。ごめんごめんどうぞ。何見たい？湖か、海か、山かかな。自然が見られる。そうね。自然の景色って本当季節によって変わるから、特に山とかだと一番わかりやすいかな。湖でもいいか。いいね。湖いいね。湖のね、近くに住みたいね。そうか。一軒家、それともアパート？難しいね。なんか、維持とか考えるなら、絶対にアパート、マンションだけど、でも何も考えないんだったら、やっぱ一軒家がいいよね。一軒家ね。掃除めんどくさいけど、そういうこと考えずに、人生の無駄を楽しむなら、一軒家がいいよね。そうね。で、暖炉とかさ、置いてさ。いいですね。パチパチパチっていうのを見ながら。ね。編み物とかしましょうか？別に苦手だけど。本読んだりとかね。本読んだりね。いいよね。いいね。もうこの話するだけで癒されるね。そう。で、なんか、この間ね、ミクリアルジャパニーズのミクと話してたんだけど、なんかミクはね、ビジョンボードっていうのを作ってて。ビジョンボード？なんか自分が、将来手に入れたいものとか理想のものとかを、なんかコラージュみたいなのを作って、写真とかを集めてね、作ってたのね。で、さゆりもやってみなよって言われて、作ったの。偉い。そしたらやっぱりね、湖の近くの家だった。じゃあやっぱそうなんだよ。で、芝生も好きだし、なんか犬もいた。犬もいたんだ。いいね。なんか似合いそう。似合いそうって変だけど似合う。大きい犬だった。
ね、うんうんうん、湖のちょっと一軒家で芝生が広がってて。そうそうそう。ね、おいで、パトラッシュみたいな。ごめん。とか、うん。そうそうそう。うん、そんな感じがありそうかな。いいっすね。ね。うん。いつか。いつか。いつか。いつだろうね。なんかそれは叶えてもいいし、叶わなくてもいいかなって思う。ああ、そうかもね。確かに。なんか持ってるだけでもいいよね。その理想。そう。で、そしたらさ、旅行先で楽しめるじゃん。ここもいいな。あそこもいいな。でもこれ一回持っちゃうともうそれを好きで居続けなきゃいけないけど。ああ。そうですね。そうだね。確かに。そう。あ、そういうのいいね。私なんかすぐに叶えようとしちゃうんだよね。で、すぐ計画とかしちゃうから、結構しんどくなっちゃうタイプ。その、ターゲットがあったらそこにどう行こうみたいな思っちゃうから。でも夢というかさ、憧れだけでもいいんだよね。いいと思う。じゃあ大きい窓も欲しい。大きい窓行っちゃいましょう。大きい窓も行っちゃいましょう。大きい窓も行こう。そっから山とか湖見えるのいいね。ね。夏は縁側に横になって。2つ欲しくなっちゃうじゃん。平屋も欲しいよ、じゃあ。そうだね。もう2軒3軒行きましょう。そうしましょう。ね、想像だけでね。あ、それ楽しいね。いいですね。はい。ということで、皆さんの理想の家はどんな家ですか？今は理想の家に住んでいますか？そうだね。ぜひコメントで教えてください。はい。はい。ゆうさん、今回もありがとうございました。じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。